今回はワンフェスワンダーフェスティバルのレポートです。では早速行ってみましょう。まずはエルデンリングから行きましょう。前回にも増してエルデンリング関連の出展が多かった印象です。出展レベルがまた高くて造形やアイデアが素晴らしいですね。ゲームの発売が2022年2月ですから約2年経っていますので、ゲームとして根強い人気があるのと、やはり造形心をくすぐるデザインにあふれているということでしょうね。もしね、作品名やキャラクター名が違っていたらコメント欄でご指摘ください。それからチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ツリーガードです。盾や鎧の文様はどうやって作るんですかね。やっぱり 3D で Z ブラシ、G ブラシでしたっけ、これで作るのかな。ブースの方に聞いてくればよかったですね。いや、しかし一見某世紀末覇者を思わせるような風格のある佇まいですね。あんまり映ってないですけど台座もいいです。こちらもエルデンリングからプレイヤーキャラの侍です。これもめちゃくちゃよくできてるんですよね。ゲーム内の侍そのまんまっていう感じですね。欲しかったですね。白面のバレーです。会場ではバレーさんなんて呼んでる方もいらっしゃいましたね。序盤に出てくる NPC ノンプレイヤーキャラの一人ですね。ゲームよりもこういう立体物の方がまじまじ見ちゃいますね。カチッとしたガレージキットが多い中で異色の存在感の編みぐるみを出展されている方もいらっしゃいました。実は私エルデンリング初心者でして、偶然このワンフェスの前日にゲームを初めてやったんですね。ちょっと動画を撮らせていただいたのでご覧ください。これなんかキャラなんですか？はい、エルデンリング。エルデンリングの敵のキャラ。そうなんですか。はい、昨日からエルデンリングやり始めてまだ出てきてないんですけど。じゃあそのうち出てきますよ。そうですか。わかりました。楽しみにしておきます。みんなもう嫌だって言ってます。本当ですか。そんなに嫌な敵なんですね。なるほど。じゃあ楽しみに。この指がいっぱいあるモンスターはすごく嫌な敵らしいんですが、宅にいらっしゃった方は大好きらしくて動きを再現してくださいました。ゲームを始めたばっかりだとお伝えしたら、これから初心者がやられちゃうと思うと栄養いただきましたってすごく嬉しそうに言われてしまいました。帰ってきてからね、編集してましたらマニキュアや指輪もこのモンスターに合わせてらっしゃるんでしょうね。もっとお話聞いてくればよかったです。綾波レイです。バイクにまたがってますが、バイクはしっかり0号機カラーになってますね。エヴァ関連のロゴが散りばめられています。表情も綾波らしくていいですね。でも全般ちょっとエヴァもの少なくなってたのがちょっと悲しかったですね。完結しちゃったんでしょうがないでしょうね。こちらはなぜかアダルトコーナーにあったフィギュアですね。アダルトコーナーは相変わらず身分証ないと入れませんのでね、行く方はご注意ください。逆関節鳥足の女性キャラクターです。元ネタがあるのかオリジナルなのか分かりませんが、いい造形でしたね。個人的には大好物です。ニアオートマタニケみたいな雰囲気もありましたね。こちらも女性キャラクターで造形はもちろんいいんですけども、塗装がうまくてね、上着の質感が素晴らしいということで、こちらはね、私が行った時まだ在庫があったので購入させていただきました。6分の1、7分の1、それぐらいのスケールじゃないかなと思います。ボトムズですね。確か40周年記念イヤーで結構盛り上がってますよね。これがびっくりするぐらい安くて値段2度見しちゃいました。すごくよくできてました。ワンフェス来場された方でボトムズファンの方は衝動買いしちゃったんじゃないでしょうか。シン・ゴジラの鎌田くんですね。鎌田くんは二次創作も盛んですよね。青焦げカラスさんでいいんですかね、読み方は。豚、鹿、頭骨、小中削り出しです。骨いいですよね。骨原神から読書中のアルハイゼン。こちらは火消し丸というオリジナル特撮ヒーローだそうです。江戸時代っぽい火消しがモチーフで、多分敵キャラだなと思うんですけれども、ずらっと並んでるのが木魚がモチーフになっているマスクです。YouTube に動画もアップされているそうなので、概要欄にリンクを貼っておきます。ご興味のある方はチェックしてみてください。ガッチャマンから白鳥の純です。
キャラクターベース沖田さんのペーパーウェイトです。ジュエリーメーカーさんがやってるキャラクターグッズということで造形もしっかりされてました。触ってもいいよとのことでしたのでちょっと持たせてもらったらすごい重量感でした。ゼットン、ウィンダム、バルタン星人など並んでましたがキングジョーが人気だそうです。シルバーの方がロジウムカラーでゴールドカラーとの2色展開でした。カネゴンは監修中とのことです。キングギドラです。パタリロですね。懐かしいのとよくできているので思わず撮影しちゃいましたね。作者さんの名前がマヤミネオさんでしたっけね。ちっちゃい時どうやって読むのかなと思ってましたけど。こちらはガールズ&パンツァーの牛柄マイクロビキニでしょうか。 YouTube 的にはギリギリアウトな気がしますのでコメントは控えめにしておきます。こちらはメタルギアソリッドのスネークですね。ブースの方に伺ったら再販するかは未定とのことでしたが、プレイステーションでポリゴンキャラで描かれていたスネークの立体物は珍しくてあんまり出回っていないのではないかとのことでした。私にとってはこのポリゴンスネークがメタルギアの原点なのですごく欲しかったですね。それからこちらもメタルギアのサイボーグですね。怖いっす。こちらはエルデンリングのキャラクターですね。サイボーグ009の島村ジョーです。関節があるから多分稼働するんでしょうね。こちらはパウパッド、タカさんのブースです。カワウソのキューちゃんと皇帝ペンギンのヒナ、ペータン、それから新作のキキですね。隣にガッサンのブースもあったんですが、撮影を忘れてしまいました。ごめんなさい。機動警察パトレイバーからアサツキです。オリジナルメカも出されてましたね。クレヨンしんちゃんからアクション仮面です。色っぽいアクション仮面というタイトルでした。その他にもしんちゃんやブリブリザイモンもありました。しんちゃんは初期の感じですね。これは多分モンスターハンターだと思います。私が見てる間も売れてました。モンハン通ってないのでね、買いませんでしたけども、ゲームやってたらこれ買ってますね。こちらマッツクさんですね。前回のワンフェスではワンダーショーケースに選出されてましたね。以前コロナ前だと思うんですが飲み会でご一緒したことがありまして、当時からもう JK 愛が爆発してました。3D プリンターの黎明期にいろいろお話伺ってすごい人がいるもんだなと思ったのを覚えています。何気ない日常の一瞬を切り取ってフィギュアになってるんですよね。外国の女性がこちらのフィギュアを見てすごく感心されてました。ショップもやってらっしゃるのでリンクを概要欄に貼っておきます。ぜひチェックしてみてください。ギルティギアのジャック・オーです。ストーブです。中で揺らめく炎が見えてレトロな雰囲気でした。ギミック入りで面白いですね。ストリートファイター6の剣ですね。ずいぶんやさぐれちゃってんですよね。新エヴァンゲリオン劇場版ラストシーンより四季並みアスカ・ラングレーです。ムチムチです。太もものプラグスーツがめくれてるのがいいですね。綾波ロングヘアもムチムチです。スマホゲームの2系よりクエンシーですね。私も彼女を構成させました。言われるのもすごい嬉しいです。あ、本当ですか。ありがとうございます。いやいや、もう素晴らしいですよね。才能ですね。頑張ってちょっとじゃあ、またそうですね。選ぶキャラもいい感じがしますし。あ、本当ですか。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。ぜひ。かしこまりました。頑張ります。僕もお金貯めときますのでよろしくお願いします。頑張って進めますので、お願いします。ありがとうございます。装甲騎兵ボトムズの登場キャラクターたちです。キリコ12分の1スケールです。甘神というゲームのキャラクターです。こちらはゲーム発売からかなり経ってますが根強いですね。ベルセルクのディフォルメ化したキャラクターなどです。豪輝もいました。
こちらもエルデンリングでしょうね。遍歴騎士とタイトルに書いてありました。義足のフィギュアというちょっと珍しい感じでしたんで撮影させてもらいました。手芸アクセサリー関連も年々増えている感じですね。こちらは蛍光塗料だと思うんですが、ぼんやり光ってました。ピアスかな、イヤリングかな、そんな感じですね。この中央のフィギュア一目見て欲しくなったんですが、価格が3万円だったかな。サイズ感的には全然妥当な価格なんですけど、ちょっとね当日手が出なかったですね。次回あったら買っちゃうかもしれません。こちらはちょっと調べました。合流ティガレックスというそうです。モンスターハンターの飛竜種です。多分僕のヒーローアカデミアのキャラだと思います。すいません、読んでなくて。ここまででちょっと休憩取りました。昼食を食べに行った時の会場の様子です。大盛況ですね。ちなみに昼食は一人で黙々と食べました。ちょっと会場の様子ね、どんな感じか映してきましたんでね、来たことない方とかね、これから行こうかなと考えている方の参考になればと思います。さて続きを、ベルセルクより魔女見習いシールケと妖精イバレラ。ウルトラの父の背中ですね。ムキムキテカテカです。なんかたまたま後ろ向いてたみたいで前向きもあったんですが、ちょっと撮影できなかったですね。これはタイマニンアサギですね。これはどうなのかな、映していいのかな。ボリュームがすごかったです。ちょっとね撮影はしなかったんですが、コスプレの方もちょっと見てきました。いやーね、いつかちょっとちゃんと撮影したいなと思うんですけど、並ばなきゃいけないんでね、なかなかちょっと撮りづらかったですね。北斗の拳の企画展もやってました。画像は MA マンさんのね、二次元塗りのラオウですね。見れてよかったですね。いつも YouTube 拝見してますんでね。エルデンリングの放浪騎士、それから同じくエルデンリング馬上のメリナ。骨ですね。これもまだ売ってたんですけどもね、ちょっと手が出なかったですね。骨いいですね。プリティダービー馬娘から皇帝シンボリ・ルドルフですね。このなんていうんですか、垂れてるこの優勝幕、なんていうんですかね、これがすごく雰囲気出してましたね。機動警察パトレイバーのおそらくイングラム用の拳銃1分の1ライフサイズだと思われます。グッドスマイルレーシングの初音ミクですね。海洋堂にて先行発売されていたリボルテックカレー飯くんですね。マシーネンクリーガーキュスター完成品です。こんなとこでね、企業ブースも行ったんですけれども、ものすごい人でね、ちょっと見るのも撮影するのも難しくてね、並んじゃってましたしね、ちょっと今回はあんまり企業ブース見れなかったですね。残念ですけど、エルデンリングもやっぱ多かったですね、やっぱりね。またちょっと次回も行けるか分かりませんけど、行きたいなと思っております。ではまた。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。